ドリームランナーチャンネル。こんにちは。司会の広岡です。二輪四輪のレアな情報を紹介するドリームランナーチャンネルです。本日もモビリティリゾート茂木コレクションホールにお邪魔しております。今回ホンダの二輪レーサーの開発もされ、モトクロスの世界グランプリ監督としても活躍された渡辺信義さんに来ていただき、いろいろ教えていただきます。ではまずこの、CR250 の主なストーリーを振り返ります。ホンダは初の2サイクルワークスモトクロッサー RC250M を72年に全日本選手権に投入し、いきなり優勝。そしてその3ヶ月後、シアンモトクロッサーとしてエルシノア CR250M を発売。その後 CR250 は RC とともにリアサスのプロリンク化、水冷化、ロングストローク化、排気デバイスの採用といった改良を重ね、戦闘力を増していきました。2001年に4サイクルの CRF450 が登場しますが、 CR は2005年まで継続されました。今回は渡辺さんが直接エンジン開発を担当された78年式以降の話を伺います。では本日の特集のコメンテーター、渡辺信義さんをご紹介します。渡辺さんはホンダ技術研究所で二輪レーサーのエンジン設計をやるとともに、81年に世界モトクロス 500cc の監督としてホンダを3年連続チャンピオンに導きました。ホンダ卒業後も講演活動や空冷星型エンジンの開設などで後進の育成に尽力しておられます。では渡辺さん、どうぞ。はい、こんにちは、渡辺です。今日はですね、モトクロッサー 250cc ですね。ちなみに名前なんですけれども、頭に RC とつくのが工場レーサー、要するに試作のレース専用ということですね。で、モトクロス車に限ってはですね、ほぼ、後年、ワークスバイクをそのまま市販化にアレンジして、1年か2年遅れぐらいで、出しております。そちらは CR 逆ですね。そういう名前の付け方をしております。はい。それで私はですね、1974年から、研究所のエンジン設計に入って、もうその最初がモトクロスサーでした。でモトクロスはですね 125cc、250cc、500cc と3クラスあります。で125は一番小さいですから非常にトルクが少なくてですね、それなしの難しさもありますと。で500というのは残念ながら日本では走っていないので、日本の方は見ることないと思いますけど、アメリカやヨーロッパでは最上級クラスということで500があります。で私の方は、ホンダという会社がですね、過去にもやるからには世界一を狙えというところから始まったんで、もういきなり500の世界チャンピオンを取るのが第一ターゲットであるということで、最初からお前は全クラスエンジンの設計開発を面倒見ろということで始まりました。中でも、250cc がですね一番思い出深いといいますか、やった内容もいろいろありますんで、その辺をご紹介したいというふうに思います。はい。ですね、渡辺さんはエンジンの設計にこれに際して、ボアストロークの一番いい比率を発見されたと聞いたんですが、そこら辺をよろしくお願いします。はい。私がやった中でですね 250cc について大体黄金比といいますか、日本でいうヤマハ、スズキ、川崎、ホンダ列4メーカー、最高発のホンダとしては、お手本となる、3社のメーカーマシンがありますから、それを十二分に研究し尽くして、プラスアルファでホンダらしさを何か出さなきゃいかんということで、79年からワークスマシンで、ボアストロークを大きく変えてロングストローク化したエンジンを搭載し、相まって、車体の方もですねプロリンク
の開発がありましたんで、それが起点となって、革新的に進化したということになるんです。はい、そういう意味で250でですね、なぜフォアストロークを変えたのかというと、これは2サイクル特有のエンジンの構造と性能の出し方にあります。はい、NA という要するに自然吸気の場合は加圧をしませんから排気量で大体決まってしまいますけど、トルクがね。だけど、2サイクルの場合は2段階で吸気、早期と呼んでますけど2段階の吸気をしてるんで、第1段階がですね吸気ポンプのような役目をしてエンジンのクランク室に、吸気をためると、これが加圧効果があって同じ排気量でも4サイクルよりもトルクが出せると、その利点をより、出そうということでロングストローカーという対応をしました。で結果的に、レースで実証されて、それが、1年後に81年モデルの CR で、水冷と、からプロリンクも含めて、ある意味で画期的な250マシンということになりました。あ、そうですか。はい、わかりました。で、ちょっと補足しますと、ワークスレーサーの RC250 が81年、今渡辺さんおっしゃったようにロングストローク化されてですね、現在埼玉県の川越にありますオフロードヴィレッジのオーナーをされてます福本さんが、前年の杉尾さんに続き、全日本チャンピオンになられましたということですぐ結果を出されたわけです。で、翌82年にはですねこれに排気デバイスを追加しまして、そこからですね現在モトクロ世界でも有名な T スポーツ代表の東福寺さんが、そのマシンで前人未到の10連覇を達成されました。はい、で、次にですね、2サイクルのエンジンの、一番、適切な排気量というのがあるということを渡辺さんが発見されたと聞いたんですが、その辺詳しく各125モトクロスは125、250、500とありますが、それぞれどういう特質があってなぜ250がいいのかというのをぜひ教えてください。ちょっと私が経験をした中でどういうふうに違いがあるかというところですけど、ちょうどですね125、この場合が250で250の場合が500になります。だから125と500って4倍も違うわけですよね。で、私が最初にやった500でいうと、要するに馬力という数値を上げてもピーキーで使いにくくするととても乗れたもんじゃないと。で、逆に言うといかにまろやかにしてアクセルワークで走るか、要するにギアの単数なんか少なくたっていいはずと。だから500は最終的に4速ミッションになって1速なんかなくても普通だったら走れちゃう、そんなレベルで、125は絶対排気量が少ないということはトルク値が高くできないので非常に厳しくて、これはもう燃焼、スピードを上げていかにそれをうまくギアレッシュと組み合わせるかと。で、バイクの大きさは乗る人間も含めてですけど、排気量が何倍も違っても基本的にそんなに変わらないですね。重量がやっぱり125だと重たいんですよね。で、最初のそのグッてこう来て食いついてビュッと走り出すところ、ここがいかに大事になるかと。で、それは回転の上がり方で125は頑張らすしかないんですけど、250はトルクが言って言えば倍ありますから、そのグッと開けた瞬間から加速ができるという、このぐらいの違いのメリットがあります。その辺を、長年かけて少しずつ改良して、今日で250については2000年ぐらいまでで2サイクルのエンジン終わりますけど、日本のメーカーホンダ以外の3社も全部フォアストロークが同じになったというのは、多分これは手前味噌ですけど、いいところは使って真似していただけたかなというふうに。ということで、モトクロスターの3つの排気量クラスでいうと250がちょうどトルク出やすいっていうか扱いやすいというか、そういうクラスっていうことですね。わかりました。はい、ありがとうございます。ですね、ここでですね渡辺さんのレーシングマシン開発に対する目標の重要さっていうのをですねちょっと一つ教えていただきたい。私はですね常々馬力というのは計算値なんで、馬力で物を言ってる人っていうのは本当の性能走りを研究したことない方だと思います。馬力では走らないんですよ。あれは計算値ですから。走る走らないは
トルクの、ね、大きさとタフネスさで、モトクロスの場合は飛んだり跳ねたりしますから、空中と、ね、飛んでる時はやっぱかかんないんで、じゃあいかにその地面に、ある時に有効に力が伝わるかということをもう常日頃走りを見ながらね考えて、でライダーがどうやって走るのかと、できるだけアクセルギアチェンジしないでアクセルだけで走れたら絶対楽だし、安定しますよね。そうなるようなやっぱり工夫をね、ハードの方、技術の方でバックアップするということをずっと常々やってきて、モトクロス、全クラスでの、チャンピオン獲得に貢献できたかなと。ああ、そうですか。はい。やっぱり目標を立ててそれをいかに実行するかということが大事だということですね。はい、どうもありがとうございます。はい。はい、おまけになりますが、ここで面白いバイクを見つけました。CR125M、 こちら、ごめんなさい、RC125M カマキリと呼ばれたと書いてあります。でフロントサウス見るとなんか非常に面白い格好しているので、これをちょっと渡辺さんに解説をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、私はエンジニアなんですが、私が開発をやってる時に、車体グループの方に、指示が出ましてですね、実はこういうのの似たようなやつは世界中で何人かの方やってるんですが、本当にどういうもんなのか、効果があるのかないのか、やっぱり自分のところで作ってみないと分かんないなということで、特にですね、そのサスペンションのストロークの大きい、荷重変化のでかいモトクロスで効果があるやなしやを、作ってやってみようということになりまして、見ただけでどういうふうに動くのかっていうのは想像つかないとは思うんですけど、普通のオートバイの場合にはフロントフォークっていうただの棒が1本あって、そこをこの方向でしか上下しませんけど、これの場合はこのリンクを使ってですね、タイヤがなるべくこういうふうに動くんでなくて、こういうふうに四輪車のサスペンションのように動くということは、ショックがダイレクトにこっちハンドルに来ないということで、ハンドル持ってる分には非常に楽な、ことになります。ただそれが乗るのにどのぐらいいいかどうか、これももう乗ってみないことにはわからないということで、せっかく作ったんだから実践投入してみようということになりまして、東福選手が、北海道のレースだったかな、で乗ってで見事優勝するんですが、後で本人に聞くと実は肩を痛めていて苦しかったと。だからとても普通のやつでは乗れないけど、これなら乗れるかなと、乗ってみたらいけそうだなと、いい感触だったんで、せっかく作ってもらったんだから頑張って、走ろうということで見事勝ってくれまして、そういう意味では作って一応実績一つ上げたということで、ただご覧の通り非常に複雑な構造をしてますから、どれは水の中に、使ったり入ったりした場合にはいろいろね、重さが増したり動きが鈍くなったりするでしょうから、そうじゃなければ、いいかなと。ただ一般的なオートバイとちょっとその走りのね、感覚が違うので、やっぱり慣れないと良さがうまく出せないかなと思いますけど、その辺もやっぱりトライアンドエラーとして、やってみたと、一つの見本ですね。はい、はい、そういうことです。どうもありがとうございます。はい。短い時間でありましたけれども、CR250 の情報はいかがでしたでしょうか。ご覧になっていただきどうもありがとうございました。レースという勝負の世界での必死の技術革新が市販車の進化をもたらしているということが今日は勉強になりました。気に入っていただけましたらチャンネルの登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にドリームランナーチャンネルのリンクを貼っておきますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今回もですね、モビリティリゾートもてぎコレクションホール様のご協力いただきました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。どうもありがとうございました。